んにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はメルセデス・ベンツミニガイド W100 メルセデス・ベンツ600をご紹介します。世界各国の元首や国王、そしてローマ法王やエリザベス・テイラー、ココ・シャネルなど世界の名だたる VIP のなんと4人に1人に愛された超高級車、それがメルセデス・ベンツ600なんです。1963年に発表され、今年はこの600の生誕60周年にあたります。メルセデス・ベンツでもグランドメルセデス600、偉大なる威信を持つ高級車という題名でプレリリースを発表。そしてさまざまなイベントも企画されているようです。なので私もナレーターのスーちゃんとこのグランドメルセデス600をご紹介します。このメルセデス・ベンツ600、通称グランドメルセデスは同社のフラッグシップモデルとして1963年に登場しました。価格、装備、ステータスにおいて最も上位に位置し、ライバルとなる車はロールスロイス、ベントレーなどが挙げられます。生産は1964年から1981年にかけて合計2677台が生産されました。これはブランドが途切れることのないラインで生産したメルセデス・ベンツとしては最後の超高級モデルとなります。ボディタイプは主に2種類。ホイールベースが 3.2 メートル、全長 5.5 メートルのサルーンとホイールベースが 3.9 メートル、全長 6.2 メートルのプルマン、いわゆるリムジンタイプのサルーンが提供されました。その他、6ドアを備えたプルマンランドーレット。このランドーレットの多くは後部の乗員コンパートメントの上にコンバーチブルトップを備えていました。また、ローマ教皇パウロ6世などには、特別に車幅を狭くしたカスタマイズモデルなど、2台が提供されました。この車は20年以上にわたって3人のローマ法王によって使用され続けましたが、現在はメルセデス・ベンツミュージアムに収蔵されています。そして、説明には及びませんが、内装や装備に至ってもご覧の通り豪華の一言につきます。この車が公開された60年前のプレリリースでは、メルセデス・ベンツは極めて安全に運転できる贅沢な装備を備えた自動車で、世界のセンセーショナルな高級車の少数グループに所属するという戦前の同社の伝統を引き継いでいると続けられていました。ただ、現代の高級車とは違い、オートエアコンがオプション装備になっている点は、さすがに時代が感じられてしまいますね。あと、忘れてはならないオプションがもう一つ、それがテレビなんです。今では多くの車がテレビチューナーを標準装備してますが、世界で初めてテレビを搭載したのが、このグランドメルセデスなんです。1962年、ソニーが世界初の車載テレビとして開発したものをメルセデスが採用。当時、部屋に据え置くのが常識とされていた時代に、このパーソナル仕様を打ち出した先進的装備は、まさに世界を驚かせたオプションの一つとなりました。そして、気になる価格なのですが、発売当初の価格は標準ボディで56,500マルク、現在のドル換算で約20万ドル、およそ日本円で約3000万円に相当しますが、これは当時の S クラスが2台ほど購入できる金額なんです。それでは、このグランドメルセデス600のパワーユニットについてお話をします。600のこの大きなサイズ、重量、および油圧駆動の多数の設備により、当時のメルセデス最大のエンジンである3リッター6気筒以上のパワーが必要でした。また、車格的に競合するであろうロールスロイスファントムが、スペックは公表していないものの、6.2 リッターエンジンを搭載しているため、必然的に同等の排気量が必要でした。以上の点を含め、新開発されたのが V86.3 リッター通称 M100 と呼ばれる SOHC エンジンです。これに、ボッシュ製の間欠噴射式多点マニホールドというインジェクションを組み合わせ、247馬力の高出力を得ることができました。最大トルクは500ニュートンメーター。これにメルセデスのお家芸とも言える
4速 AT が組み合わされ、車両重量 2.5 トンの大柄ボディを軽々と操ることができました。なお、スペックは最高速度 204km、0から 100km の加速は 9.7 秒を誇ります。ちなみに、この性能は、ライバルのロールスロイスを凌駕し、ポルシェ911に迫るものでした。そして、この強力なパワーに負けないシャシーなどのボディ構造も、当時のメルセデスの最高技術がおごられています。例えば、今日のパッシブセーフティの基本となる、フルモノコック構造を採用。四輪独立懸架サスペンション、アシスト付き四輪ディスクブレーキ、その上、車高調整可能なエアサスペンションを採用するなど、まさに当時の自動車技術の集大成と言っても過言ではありません。その結果、あらゆる路面で優れた乗り心地と確実なハンドリングを実現しているのが、このグランドメルセデスなんです。なお、このハンドリングについての評価なのですが、メルセデスはプレリリースの中で代表的な例として、モーターレビュー1965年3月号の記事を引用しています。その内容を要約すると、これまでの自動車工学で間違いなく最適なレベルの乗り心地が実現した。また、600はスポーツカーのように峠で運転できます。それは、追いつくのが非常に困難です。以上が記事の内容なのですが、そのスタイルとは裏腹に、オーナードライバーとして楽しめる車に仕上がっていることは驚きを隠せません。それが、グランドメルセデス600なんです。最後に、もう一つ、この車の技術的なトピックをご紹介します。それは先ほど少し触れた、油圧駆動の設備なのですが、この車は窓、座席、サンルーフ、トランクリッド、そして自動的に閉まるドアに至るまで、電気モーターを一切使わず、油圧装置で駆動しています。これらのシステムを、メルセデスではコンフォート油圧システムと総称し、22個の油圧シリンダーは、2400プサイという消防ホースの2倍の圧力で駆動されています。この複雑回帰なシステムは、当初からメンテナンスの難しさが指摘されていましたが、あえてメルセデスは採用に踏み切りました。それは、このグランドメルセデスが、オーバーエンジニアリングにふさわしい最上級の高級車であるという証でもあるのです。世界各国の国王や国家元首、そして、エルビス・プレスリー、デビッド・ボーイ、ビートルズに至ってはジョン・レノンやリンゴ・スターなど、本当に数え上げたらキリがないほど大物著名人に愛されたグランドメルセデス。当時は東西冷戦の真っ最中でしたが、ソ連のブレジネフ書記長、中国の毛沢東主席なども自らハンドルを握ったそうです。まさに、この車には国境というものが存在しませんでした。そして、この日本でも70台ほど輸入されたと聞き及んでおりますが、有名なエピソードを一つご紹介します。それは、当時柳瀬の社長であった柳瀬二郎氏のメルセデス600を借り、カーグラフィック編集長の小林翔太郎氏が東京浜松間 259km を1時間45分で駆け抜けたという記事です。平均時速はなんと148キロ。現在の第二東名も真っ青になるエピソードです。ちなみに、この小林翔太郎氏をご存じない方もおられるとは存じますが、日本の自動車ジャーナリストの草分けで知られています。そして、本田宗一郎氏をはじめ国内は言うに及ばず、欧米の自動車メーカーの関係者と親交があり、日本のモータリゼーション先駆者として活躍されておられました。それでは、最後に小林翔太郎氏の言葉を引用させていただき、グランドメルセデスのガイドを終わりにしたいと思います。これからもメルセデス・ベンツの名車などを少しずつ扱っていこうと思いますので、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。それでは、また、次回をお楽しみに。